皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、ゲストに長田渚さんを迎えて、スポーツゴジラという本について、この1週間3回分を思い切り語っていただこうと思っております。日本のスポーツメディアというものに対してね、新しいこのメディアを立ち上げられて、今これ最新号で67号なんですが、100号を目指して頑張っているという感じで、年に4回かな、出しておられるということで、私も何度か協力させていただいております。ということで今日のゲストは長田渚さんです。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。聞いていただいております。よろしくお願いします。はい。これスポーツゴジラね、出されたきっかけっていうのは、一体何だったんですか？やっぱり新しい自分たちのものを作りたいっていうの気持ちがあったからなんでしょうか？ですね、スポーツ学会というものをやっておりまして、はいはい、その中でですね、サッカーの日本代表監督になります岡田武史さんに来ていただいたんですよ。はいはい。はい。その時の話が素晴らしくってですね、早稲田でやったんですけれども、学生がそれこそ聞き入ってしまって、で、その様子を見ながら、そのテーマとしてちょっと話しますとですね、なんで自分はサッカーをやってきたのがやっているのかっていう話がテーマだったんです。それで、めったに話さないんですけど、岡田武史さんは、岡田愛の5段解説というものを持っているんです。そして、これ笑っちゃいけないですけども。難しいんですけど、素晴らしいんですよ。つまり、自分をまず愛する。次に、2番目が他人。そして3番目が友人、家族。っていうふうにだんだん愛するものが深く広がっていく。そして4番目が人類愛で、5番目が地球愛っていうところまで行くんです。つまり、他者に向かって、どのくらいのものを愛していかれるのかっていうことと、サッカーとの兼ね合い。で、環境問題をずっと研究してらっしゃった人なんで、はい。森林問題とか、二酸化炭素の問題なども、自費でですね、ヨハネスブルクで行われた環境問題サミットに出かけるような方なんです。そういう側面も持ってる。で、サッカーをなんでやるのかって言ったときに、自分の愛するものを広げていくんだっていうところに話が行ったときに、学生がですね、もうシーンとしてしまって、つまり技能を上げたいとか、勝ちたいんだとか、そういうような当たり前の答えじゃないものを聞いたときに、はい。これはいい話じゃないかっていうことになったのが最初なんですよ。で、私はその帰りに、学バスに乗って小さくなってたんですよ。いっぱいの学生が乗ってて、上で真っ黄色な頭をしたお兄ちゃんと真っ赤なお兄ちゃん、頭がですね。クラスを一本した人が、俺よ、初めて早稲田に入ってよかったと思ったよ、って言ったんですよ。そしたら、その隣にいたその黄色い頭がですね、俺もだよ、って言ったんですよ。これを逃してはいけないと。今日は良かったけど、これをここで止めてしまってはいけない。これをなんとか刷新にして、たくさんの人に読んでもらいたい。なんでサッカーやるのかって、あなたは自分のスポーツはなんでやるんだろうっていうことを考えてもらうためには、これだと思って、スポーツゴジラを出そうと思ったんです。なるほど。それがなかったらやってないと思います、私。なるほどね。それでこの創刊準備号というのが、まず現れて、その中で岡田さんの、その愛の5か条も入ってるということですね。そうです。この中には、スポーツゴジラの創刊を祝って、いろんな方、1ダースの方、12人の方が、推薦をしているというようなことも載っていますが、これが2006年に、
創刊準備号が出て、それから今までですから、2025年、19年。19年。来年が20周年ですね。1月の26日にスタートしたので、もう20年目に入っています。あ、20年目もう入っちゃったですか。なるほど。なる19年。ああ、そうですね。はい。まあ、それでこのスポーツゴジラってのはこれフリーペーパーっていうか、東京都内の都営地下鉄の各駅に配られていたり、それから各大学の生協の本の販売所というのが、本屋さんに配られたりとかっていうことで、フリーペーパー、無料なんですよね。これは何か有料の雑誌にしようという気持ちはなかったんですか？最初に会議をやっているときに大学の先生が多かったので、売れないよ、紙媒体はという話をした。それから学生には活字はダメだって皆さんおっしゃるんで、それを大学の先生が言ったらいけないだろう。それでもびっくりして、で、やっぱり紙で配って、わからないところとか、何度も読みたいところを、遂行していくというか、それが大事じゃないですかっていうふうに申し上げたら、もううなって、皆さん、売る売らないどころじゃない。じゃあって話が止まってしまったので、私がじゃあフリーペーパーでどうですかって言ったら、そんなことできるはずないだろう。できるはずないだろうって言ってた人はもう来なくなりましたけど、何人も増やして。じゃあやってみましょうよって言ってしまったもんですから、しょうがないですよね。なるほどね。スポンサーを一生懸命営業して、来ていただき、お金を出していただいて、フォーラム8さんも、とてもいい、有料な、スポンサーさんで言っていただいてますけど、はい、一人開拓して、参りました。この玉木のスポーツジャーナリズムもフォーラム8さんの協力を得て、一段と大きくこれから成長していきたいと思っておりますんで、よろしくお願いしますが。でも、この長田さんのホームページ、スポーツゴジラのホームページ見たら、人民のための政治と言われたリンカーンの言葉を引用して、人民による人民のためのスポーツというものを目指したいっていうことをおっしゃってたんですが、これやっぱりなんていうか、マスメディアで、テレビでよく活躍された長田さんとしては、ちょっとやっぱり不満があったっていうふうに考えていいんですか？そうですね。あんまり美味しくなくても美味しいよって言わなきゃいけないとか、それから面白いよっていうのも、ものすごく面白いですよって言ってしまったりしたことが何度かありますね。なるほどね。素晴らしい表現で、私のようになんというか、トゲのある表現ではないところが素晴らしいと思いますけれども、これ、でも20年続けられていて、いろんなことがあったと思いますけれども、一番心に残っておられることとか何かありますか？ですね、9号っていうのがあるんですけど、実は障害者スポーツを考えると丸々一冊やったんですよ。2009年。で、まだまだパラリンピックなどが一般的に見たりする人が少なかったりした時代。そして、感覚としてもなんか違うっていうふうに思ってる人がたくさんいた時代に、丸々一冊障害者スポーツでやりたいって言ったら、猛反対だったんですよ、みんな。障害者スポーツというのは、障害者の人のリハビリでしょと。リハビリなのになんでそれを一冊にして、誰が読むんだ、ってみんな猛反対をしたんですが、一応編集長なので、やりますと言って出してしまったんです。で、この中に、私が最も長い間知りたかったことを入れたんです。つまり、手がない、足がない方が口に筆を挟んで素晴らしい絵や書を描く。また、手がない方が足の指の間に筆を挟んで素晴らしい、またもう、っていうようなものを描いたり、作ったりできる。で、それはなぜっていうことなんですよ。で、それを脳神経外科の
お医者さんに登場していただいて、脳は変化するというものを記事として入れた。なるほど。で、これは、代償機能というもの、最近はよく脳について皆さん詳しいんですけど、代償機能というものがあって、ともかく失われたものについてどこかをフォローしようとしていく、人間の体は。それで、脳の神経の可塑性という言葉を習ったんです。で、これが非常に障害者の人に受けてですね。で、これが届いてもいないような、岡山とか富山、それから四国から申し込みが殺到したんですよ。口コミで広がったということです。で、これは捨てたもんじゃないなと思い、で、何度も、それから、脳の可塑性については、障害者スポーツ、障害者の人のスポーツをやるたびには入れてるんですよ。そうすると、ファイトが湧くとか、それから思いもかけない事故に遭ってしまったんだけど、元気が出たとか、なんとかなるような気がするとか、随分とそれもまた、意外な展開だったので。なるほどね。これがまず一冊ですね。みんなものすごい猛反対で、やめろやめろって言われたんですけど、そういうとこは民主主義ではないので。なるほど。編集長権限ですね。いいですね。でもその障害者スポーツを取り上げられたっていうのは本当私もわかりますね。1990何年かななんかに NHK なんかで、障害者スポーツの番組に何度か出たんですけれども、その時は全部なんていうか、厚労省関係の部署でしたね。要するにスポーツの部署ではなくって、リハビリの、どちらかというと、医学系の部署が出て、要するにリハビリのためにやっているっていう感じだったのが、今は完全にやっとスポーツになったというふうな感じでしておりますが、ただ、スポーツゴジラではそれだけではなくって、他に、早くから周りの取り上げないものを取り上げておられますね。例えば、体罰の問題なんかでも、もう、第7号でやられていて。はい。2008年に体罰を。そう。すごく早かった。で、やっぱりその人間の行いっていうものに関して循環していく含め、それから実際に叩いてしまったっていう人、昨日叩いてしまったんだっていう人も登場したり、なんというか、誰も扱ってないものを扱った時期があって、で、それ以降、体罰で亡くなってしまうような人が出てきたりしましたけど、これがすっごく扱われてメディアでもですね。で、中から引用させてもらっていいだろうかとか、そういうことも、前は体罰についてあまり語らなかったですよね。語らなかった、そうですね。だったんですけど、はい。これは相当早かったかなと。なるほど。私は目の前で高校野球の体罰山ほど見てましたけれども、新聞記者の方と一緒になって見てましたけれども、だから新聞記者の方も全く書きませんでしたし、私もこれは書いてはいけないもんだというような感じで見てましたから、なんていうかこれも体罰の問題も早く取り上げられたのはすごいですが、体罰だけではなくって、例えば原発社会とスポーツというような取り上げ方、原子力発電所の問題についてね、スポーツ雑誌で、スポーツ雑誌と呼ばせてもらいますが、スポーツ雑誌で取り上げるっていうのも私は素晴らしいなと思いますし、あれは 3.11 がきっかけでしたですよね。そういうこともある。それから一番多かったのが、セカンドキャリアについてはかなり回数を何度も取り上げられてましたですよね。セカンドキャリアはですね、約10年やってしまったんですね。セカンドキャリアバイブルとしてですね、これ1センチ以上あるようなもので紙起こしにすると、これはホームページで読めるようになっています。そうですか。はい。で、これだけではなくて、日本と欧米、ヨーロッパの比較、日本独自のセカンドキャリア問題。
それについて、菊先生と対談をさせていただいてるんですけど、それもくっつけました。菊先生と菊光一先生。はい、菊光一先生。筑波大学。筑波大学、現在、国士舘大学の先生です。スポーツ社会学、第一人者でいらっしゃいます。はい、本当に面白い。このデュアルと言いましたけれども、セカンドキャリア、またはデュアルキャリアとも言いますけれども、については、スポーツ学会大賞というのも、毎年1回やっておられて、はい、その中で、大谷選手、それから菊池選手なんかを育てた、花巻東高校の佐々木先生、に、大賞を贈られた。まあ、菊池投手も大谷投手も入ってるんですが、その中で私がもう本当に私知らなかった驚いたのは、菊池投手が素晴らしい活動をされているという、どんな活動かというと自分で、読書感想文、小学生、中学生、高校生の読書感想文のコンクールを自費でずっとやっておられるというようなことも紹介されていたという。これもうびっくりしましたけれども、これはどうなんですか？編集長としては、そういう面白いものがあるというので取り上げようとされていたのか、それとも、やっぱり、この花巻東高校を取り上げたら、こんな面白い言葉であったというので、編集長自身も驚かれたのか、どっちなんですか、これは。セットで、佐々木さんと菊池さんと、大谷さんと、セットで、差し上げるという形にすると、いろんなものが出てくるだろうと思ったんです。なるほど。そういう意味では、どうしてみんな本をよく読んでるし、それから、目鼻が利いていろんなことにアンテナを張り巡らしているような野球少年、野球青年なんですよ。はい。ですから、あくまで、いろんなことを考える、あ、そうなんだ、菊池はこんな人なんだな、とか、大谷さんって実はいろんなこと考えてんだな、っていうことが、うまく伝染してってほしいな、と思って、差し上げました。なるほどね。花巻東に行って交渉して参りました。ああ、3人なら大谷さんもぜひと言ったんで。私はその表彰式にも私も出席させていただきまして、佐々木先生には直接話を、一つだけ質問を間近にさせていただきまして、甲子園で目指していることは選手の成長なのか、学校の勝利なのか、どっちのバランスが大きいんですかって言ったら、よかったですね、佐々木先生の答えが、1分間近くというのはちょっとオーバーかもしれないけども、うなられましたですね。一番難しい問題ですねって、そして言われた時には、すごくいい答えだと思って、囲みで、聞いた時だったんですけれども、それこそ、そういうこともスポーツゴジラをきっかけにして、経験させてもらいました。私ども感謝をしたいぐらいですが。ここで言うと違うことを一つ聞きたいんですけどね、長田さんに。長田さんは、演劇畑の学校、東邦学園を出られて、それで俳優を目指されたんでしょ？はい、そうです。でしょなんでスポーツの方に変わったんですか？16歳の時に父が亡くなりまして、さあどうやって生きていこうと思ってたんですよ。その時に太一喜和子さんの飢餓海峡という、いいですね。水戸黄門の芝居を見て、もう射抜かれてしまったんですね。で、太一喜和子を抜きたいと思ってしまったんですよ、私は。すごい。愚かにも。それで、太一喜和子さんは俳優座養成所を出て女優さんになられたので、俳優座養成所がなくなってできたのが東邦学園の演劇科だったんで、ここに行こうと。先生も随分ダブっていたりしたので、で、ずーっと抜いてやると思ってたんですよ。で、4年生の時に、4年間じゃないんですよ。4年生の時に、13本芝居をやって、すべて主役。ですから、うち来ないかと、うちの劇団に来ないかとか、うちの、プロダクションに入らないかとか、随分来ていただいたんですけど、自分一人が、これは向かないと。絶対向かない道であるっていうことが分かって、それでやめたんです。ただ一つ。なんでなんで役者って、ね、思わずなんでと。
役者って人種なんですよ。ああ。だから、どんなに役がつかなくても、舞台の上に上がって何かをするのがもう好きで好きでたまらないっていう人がやるものであって、私はお稽古は好きなんですけど、本番はもうどうでもいいんですよ。いろんなことをお稽古でやってって、それでその中のある程度のものを出すだけですから、っていうような気持ちで、これは向かない。自分でピリオドを打ったんですけど、その中で人間だけは好き。人間にまつわらない仕事はできない。と思ってます。なるほど。で、海外リポーターですとか、はい、まあ、競馬の仕事とか、いろんなことやってるうちに、はい、演劇の世界で学んだことが全て生きる。っていうことが分かって、肉体表現、自己表現ですので、スポーツ選手も同じですよね。同じですね。私もそれを私も、それこそ、長田さんと比べたりするともうおこがましいですけれども、ちょっと演劇を目指したこともありまして、いろいろ演劇については、いろいろ勉強もしましたし、それを目指して大学にも入りましたけれども、まあ自分には向かないなと思った瞬間に、スポーツって結構似てますね。今言われた肉体表現。要するに、スポーツを表現として捉えるか、勝負として捉えるかっていうので、結構大きな違いがあると思うんですけど、やっぱり長田さんは表現として捉えているという方に考えてもよろしいですね。玉木さんと同じ先生に学んでるじゃないですか。小田島雄志さん。小田島雄志先生ですね。それでシェイクスピアの授業をしてくださったんですよ。で、私が論文でシェイクスピアのつまらなさというのを書いて、もう大喜びして、この中に絵をつけたのは二人って言って、出ておいでみたいに喜んでくれた。素晴らしい。とても褒めていただく。ああ、そうですか。シェイクスピアのつまらなさってのはもうタイトル聞いただけでいいですね。私は小田島先生の渋谷でパチンコ屋で、に通いながら、隣の田園という喫茶店で、シェイクスピアの翻訳をされていた時に、ずっとそこに通っていたんですけれども、パチンコを一緒にさせてもらいながら、おい、どう思う ?I can't stop っていうのを、お前ならどう訳すなんて聞かれてね、I can't stop で、それで止まらないっていうことですね。って言ったら、そう。だから、どうにも止まらないって訳したら笑うかって聞かれて、それ、先生やりすぎですよって言ったら、いや、やりすぎがいいんだよって言われて、というようなこともありました。今思い出してしまいました。はい。後々、小田島先生に会った時に玉木さんのことを言ったら、もうすごい喜んでくださって。もう、恐縮です。なんか話が変わってしまいましたけれども、スポーツゴジラに話を戻しましょう。ということで、スポーツゴジラのいろんなことを取り上げておられる中で、今、最新号は、スポーツと戦争ですね。これはもう、この一冊は素晴らしい一冊でした。ということで、これは第2回目に喋ってもらいましょう。スポーツと戦争について、このシリーズの第2回目ということで、長田さん2回目もよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、日本のスポーツメディアについて考えるのエピソード2、スポーツゴジラ最新号特集スポーツと戦争の意義を考え直すです。引き続き長田さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。